自分の人生に意味なんてあるんだろうかとふと思う夜があります。働いて、食べて、寝て、また働いて、この繰り返しの先に何があるんだろうと真面目に生きている人ほど一度はあの問いにつかまります。ただ面白いことに生きる意味というのは探し始めた人から順番に見つからなくなるんです。あれは探し方が悪いのではなくて置いてある場所が思っているのと違うからだと私は思っています。今日はその話です。ソーソーのフリーレンというアニメがあります。変わった作りの物語で魔王を倒すところから始まるんです。普通の物語が終わる場所、つまりめでたしめでたしの直後から全てが始まる。主人公のフリーレンは魔王を倒した勇者以降の魔法使いです。エルフなので寿命は1000年を超える。10年かけた魔王討伐の旅も彼女にとっては人生のほんの一瞬で、旅の間はただの仕事のようなものでした。旅が終わって50年後、勇者ヒンメルが老衰で亡くなります。その葬式で彼女は初めて泣くんです。悲しかったからだけではありません。あの10年が何だったのかを自分が何も知らないまま終えていたことに、そこで初めて気づいたからです。ここに生きる意味の妙な性質が出ています。あの10年の意味は10年の中に最初からあった。でもフリーレンにそれが見えたのは50年後です。意味というのは渦中にいる間は見えなくて、いつも遅れてやってくるんです。ところで生きる意味の条件を考えるのにちょうどいい実験をした漫画があります。手塚治虫の火の鳥未来編。主人公のマサトは火の鳥に永遠の命を与えられます。死なないからだ。無限の時間。条件としては最強のはずです。その結果どうなったか。人類が滅んだ後の地球で彼は死ねないまま生命がもう一度生まれてくるのを気が遠くなるような時間をかけて一人で見守り続けます。そして彼が一番欲しがったものは終わりでした。締め切りのない宿題に人は手をつけません。終わらない人生では今日やることの意味が静かに消えていく。意味は時間が無限にあれば増えるどころか有限だから生まれるものだったわけです。手塚治虫はそれを救いではなく孤独として描きました。もう一人、銀河鉄道999の星野哲郎は機械の体をタダでくれる星を目指して旅をします。機械の体になれば死なない。命の不安が全部消える。少年にとってそれは生きる意味の完成形に見えていました。ところが終着駅について目の前に機械の体を差し出された瞬間、彼はそれを選びませんでした。旅の途中で出会った人たちの限りある命の燃え方の方が永遠よりずっと綺麗に見えてしまったからです。意味は命の長さに比例していなかったんです。だらだら続く永遠より短くても燃えている時間の方に意味は宿る。フリーレンが50年かけて気づいたことを哲郎は終着駅で一瞬で見たのかもしれません。ここで3000年前の本の話をさせてください。駅経という本があります。人間に起きる変化のパターンが64個順番に並べて記録されている古代中国の意思決定の参考書のようなものです。その63番目に規制という形があります。すでに済んだと書いて規制。すべてのピースが定位置に収まった完成という意味です。人生で言えば上がり。64個の物語がここで終わるなら綺麗なんですが、この完成の形には妙な注意書きがついているんです。初めは吉、終わりは乱れる。完成した状態は最初だけ良くて放っておくと崩れていく。つまり3000年前の時点で完成は保存できないことがもう観測されていた。そして本当に面白いのは最後です。64個の締めくくりに置かれているのは完成ではありません。異性、まだ住んでいないという形です。天下の地図を作った人たちは最後のページを未完成のまま閉じたんです。私はこれをこう読んでいます。完成とは動きが止まること。動きが止まった形はもうどこにも行けない。一方、未完成はまだ動ける。つまりあの本は生きているという状態を未完成の方に記録したんです。意味が宿るのは止まった完成品ではなく動いている途中の方だと。このメデオの中を見ると生きる意味が商品として売られていることに気づきます。これを達成すればあなたの人生には意味がある。夢を持て。目標からの逆算。意味を先に受け取れるもののように見せる広告がどこにでもあります。でもフリーレンは10年分の意味を50年後に受け取りました。意味は前払いされないんです。だから今自分の毎日に意味を感じられないことは意味がないことの証拠にはなりません。それはただまだ届いていないだけかもしれない。自分の人生に意味はあるのかと考え込む夜が正直私にもあります。
ただ、あの問いに渦中で答えが出ないのは多分血管ではなくて腫瘍なんです。意味は振り返った時に立ち上がるもので、前を向いている間は背中側にしか積もらない。生きる意味はゴールに置いてある商品ではないようです。それは動き続けている人の後ろに遅れて積もっていくもの。フリーレンの10年も鉄郎の旅も意味は終わってから立ち上がりました。だから今日が無意味に見えても大丈夫です。人生が完成しないのは何かが欠けているからではなく、まだ生きているからなんです。